皆さんハロー、まさとです。すみこです。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしていきます。今私たちがいるのはバンフの隣町のキャンモアという町です。後ろに見えるセーフウェイって書いてあるのは、スーパーですね。今日は、これから食料品買っていこうと思います。カナダのスーパー、どんな感じかっていうのと、あとは、旅行で来る方におすすめの、お土産実はスーパーで買えますっていうのも、そんなのも紹介していこうと思いますので、最後まで見てください。それではレッツゴー。3つぐらいでやる。はい、じゃあまずは袋を持っていきます、ね、カナダも日本と一緒で最近スーパーの袋、は有料になってます。でこのスーパーのすごいところは、この後ろに見えてるのはカナディアンロッキーです。ちょっとね、今日雨が降りそうな天気なんですけど、このスーパーの駐車場からちょっとゆっくり歩いて、このカナディアンロッキーを望むことができる、結構いいロケーションのスーパーです。さあ、では店内へと入っていきますが、まずはカートを持っていきます。これお店によってはあるよね、1ドルコインが必要だったりしますけど、ここはもう普通に日本と一緒持っていきます。カートはでかいよね、日本に比べると。さあ入っていくと、大体まずはこういうお花コーナーとかが、生鮮食品っていうのかながあって、後ろにぐわーっと広がっています。で今日は本当は早起きしてカルガリーに買い物行こうと思ったんですけど、ちょっとね、起きるのはかなり遅くなったんで、隣町のキャンモアで一通り食料品を揃えていこうと思ってます。買い物で、寝坊したよねバンフにも、ね、スーパーはあるけど、やっぱりこういう隣町のキャンモアとか、あとは大きいカルガリーという町に行った方が品揃えはいいので、だいたい2週間に1回か1ヶ月に1回ぐらいはこうやって隣町に買い物にやってきます。しかもね、やっぱバンフは忙しいから、人も旅行者も買うからね、物がなくなるんだね、こういうトマトもそのまま裸で売ってあって、これは1ポンド 450g あたりの値段で売られているのが、カナダでは一般的です。こういう果物なんかもそのまま裸で売ってあって、基本量り売りです。でここは野菜、フレッシュな野菜コーナーなんですけど、ネギ安いよ。ネギ買おうか。日本にあるような、これなんていう普通の小ネギ、万能ネギか、みたいなやつも売ってあって、今日はお安め。この黄色いのがこのセーフウェイのスーパーで今日はお得ですよっていうやつです。よく見るとね、そう結構傷んでるんで、日本みたいに何でも手に取らないようにしましょう。ちゃんとこう吟味して、なるべく綺麗なやつを選ばないと腐ったりしてることもあります。紹介して。こうなんか小さいこのベイビーニンなんてキャロットがすごいこうやっていっぱい入ってて、もうなんか洗ったらもうそのまま食べれる、おやつ感覚でこっちの人は食べるよね。結構サイズ的にも便利なんで、私たちはよく買ってます。そんなに硬くないからね、これなんで日本にないんだろうっていつも思います。このちっちゃいキャロットで、今日ちょっと主に買いたいのは野菜関係なんですけど、どうしてもバンフとかになると山の中なんで、どうしてもないよね、フレッシュな野菜っていうのはなかなか見つけにくいので、そういうのもあって、こういう大きいスーパーにやってきます。でこの隣が葉っぱコーナー、結構いろいろ種類があって、日本だと見ないやつだとあれかな、これだ、これなんだっけ、これベビーアレグラルッコラ、いや違うこれベビースピナッチ、ちっちゃいほうれん草。カナダではほうれん草生で食べれます。日本のそのベビーほうれん草も生で食べれる。マジで日本にもある日本にもあるそうです。ミックス野菜、でもこれ2つで1ケース 300g でいくらぐらいするの？これ6ドルぐらい、700円、だいぶね、野菜も高くなってきたけど、これの2つでこれ6ドル。こっちにする？日本みたいなカット野菜もこうやって売ってあって、今日は安い日、安いね。これ2袋で6ドルだよっていう風に今日は安くなってます。今何見てる？
ブロッコリーもうあらかじめカットしてあるやつ。カットブロッコリー2サイズあるのね。あれ重さはどれぐらいあるの？大きい方か。1キロぐらい。1キロともう1個はまあ半分ぐらいのサイズ、まあ、電子レンジでチンして食べれるから結構お手軽野菜よね、ここは加工肉コーナー、こういう簡単にスペアリブも作れるよとかいうのもあったり、ここはハムかな、ハムがずらーっと並んで、これソーセージよね、ソーセージなんかも並んでたり、ベーコンもいっぱい、普通の塩味、減塩、あとメープルシロップ味みたいな、これメープルフレーバーもあったり、まあ、ハムとかベーコンが並んでるエリアです。今日はベーコンを買っていきます。味はこれ普通にスモークド、まあ普通に塩味のスモークがかったベーコン、ここはプチ冷凍コーナー、何個かに分かれてるよね、冷凍セクション、まあ、スペアリブ、あったり、こういうなんか魚のフライとかそういうのもありますが、日本と違うのは基本こういうのを冷凍で売られてます。あんまり冷凍じゃないやつで売られてることはないです。はい、じゃあ続いてお肉コーナーにやってきました。ここは何？牛肉コーナー、いろいろ置いてありますが、だいたい重さは500からこれで 700g ぐらいで、まあ5000円ぐらい。やっぱ牛肉はちょっと高いね。でこういう風に黄色い札、お得な札がいっぱいあるんですけど、これも全部、1ポンドあたりの料金です。でここは豚のコーナーで、まあ、こういう風にこれも1キロぐらいでありますけど、やっぱり牛肉に比べると安いです。豚は割とカナダだとお得に食べれる肉だと思います。いつもこれ買う骨なしのやつと一緒じゃん。骨なしのもも肉、皮とかがついてないやつ。これ安いじゃん、それ買っとこう、800g で1500円ぐらい。意外と鶏と豚だね。やっぱり牛肉は、まあ、ちょっと気合い入れて食べますかみたいな時に買う感じかな。でそうそう、特徴的なのはこれ、バイワンゲットワンフリーって書いてあります。この商品1個買うともう1個、これ2個目が無料フリーでついてきますっていうことなんで、こういう風に書いてあるやつは、まあ、2個買った方がいいよね。実質半額っていうことに、2個買えば半額になりますっていう表示です。これは胸肉だね。でこのスーパーに来る時なんですけど、結構寒いよね。寒いので上着は必須。日本でもスーパー入ると寒いんですけど、それより寒いと思うんで、今これほら服装長袖ですけど、外半袖で OK でも長袖1枚羽織ってくることをお勧めします。シリアルコーナー。じゃあ今から、まあ、せっかくならカナダに来てお土産買うと思うんですけど、食べ物とかお菓子はスーパーで買うのがおすすめです。今ここにいるのは何コーナー？シリアル。そう、シリアルコーナー。ここからここまでずらーっと、ここからあっちまで、ありますが、これ結構食べるやつやね。美味しい。これ結構美味しい。中にチョコレートソース入ってるやつ。あと普通にこのオレオもなんか日本のチョコアみたいで美味しい。で結構まあ一個一個大きいんで、お土産用ってなると、そう今久美子が持ってる店で、これ逆だね。いろいろパックになってるやつ。これがここに8個入ってるね。そうで今日は安いね。安くなってるんで、こういうのも日本のお土産としてはいいと思います。さあじゃあどんどんちょっとお土産候補を紹介していきますけど、カナダといえば、まあ、有名な本当はドーナツショップ、コーヒーショップのティム・ホートン。ティム・ホートンっていうドーナツとコーヒーがまあ人気のチェーン店があるんですけど、それのインスタントコーヒーなんかも売ってあるんで、これだ。これはちょっとデカフェだけど、まあ、こういう瓶の日本にもあるようなやつもあるんで、これ
美味しいよね、なんか割と酸っぱくない味。お土産にいつも買って帰る。これはいつも買って帰るやつです。私の母親が大好き。この豆タイプと、このもう粉になっとるやつ、これもあるんやね。引いてあるやつってことね、もあるので、コーヒーも結構豊富よね。カナダといえばメープルシロップ、お土産で結構探してる人も多いんですけど、この辺が大体メープルシロップ。そう、このスーパーだとこのシリアルの後ろにあるんですけど、気をつけなきゃいけない点があって、これ全部メープルシロップっぽいんですけど、そうじゃないやつがねたまにあるんですよ。こうやってピュアメープルシロップ 100% とか書いてあるとちゃんとしたやつやけど、そうこれはだからこれも 100% だし、この隣もう 100% って書いてあるから、これはメープルシロップなんですが、あんまり安いやつを買いすぎるとメープルシロップフレーバーみたいな、砂糖に香りつけたようなやつもあるんで気をつけてください。ポイントはこれ、というかもうこれ買えばいいと思います。これもかな、メープルジョーってやつは私たちも、メープル、これはメープルシロップ。そう、これ私たちが使ってるやつです。あとこれとか、メープルシロップ 100% ってぶっちゃけどれも一緒だと思うんですけど、これがなんかカナダっぽいんでいつもこれを使ってます。こういうポットタイプもある。カナダは日本と違ってお土産文化がないんで、お土産屋さん行ってもフグとかはあるけどお菓子のばらまきみたいなのあんま売ってないんですよ、なのでスーパーで買った方がお得だと思います。そう、こういうのとかね。でここお菓子コーナーに来たんですけど、こういう感じでほら小分けにしてあるやつばらまき系で、特にこれ黄色いやつコーヒークリスプ、これめっちゃ美味しい。これ10個入り、何個入り？10個じゃない？10個入って300円ぐらいなんで、ちょうど日本で職場とかに持ってくのにはいいと思います。そう、あとこういうチョコとかね、ばらまき1個ずつ個包装になったリンツのチョコとかもカナダだと普通に。これもカナダで有名なの？これ知らんよ。有名なチョコのブランドのチョコレートなんかも売ってあったりしますし、あとはグミ、なんかも、自分用に買ってもいいと思います。この辺なんかよく見るね、こういうのサワー系のグミだったり。これは私たちのお気に入り。そう、これ別にカナダ関係ないんですけど、これなんて読むの？スキットルズ。スキットルズっていつも読み方わかんないんですけど、いろんなソフトキャンディーみたいなやつかな、あれなんかメントスみたいな感じ、の小粒なやつ美味しいんで結構買ったりします。あと私はよくばらまきにもこういう海外っぽい味のガムをいっぱい買います。どれこれ？普通にこのなんかホワイトニングとかミント効いたやつとか、ホワイトニング、あと変わり映えのガム、甘いガムってことね、とかなんかよく日本じゃ絶対ないような味、キウイとイチゴとか、見てこれ5本パックとかなんでしょ多分。そうそう、これは3つかな。こういうタイプもあれば、上の方見ると日本にもあるボトルタイプもあったりします。そう結構かさばらんしお土産にちょうどいい、やっぱ北米ってことで紹介したいのがオレオとかクッキーがこの辺にいっぱいあるんですけど、よいしょ、この辺がオレオ、これ普通のやつよね多分、オリジナルって書いて、フランス語と英語があるんでちょっとあれですけど、普通のやつがあったり、これか、はい、違うんですね、ダブルって書いてあります。中がダブルのやつ、クリーム多めがあったり、この辺ダークチョコとか、ミント味、とかもいっぱいあるんで、オレオコーナー結構おすすめっていうのと、クッキーで有名なのはこれアホイチップス、クッキーね、映っとるで、これも種類がいっぱいあったり、はい、これメープルクッキー、カナダといえばのお土産。何種類かお店によって取り扱いがあるんで、これっていうのは特にないですけど、メープルクッキーもバンフのお土産屋さんにいっぱいあるけど、スーパーで買った方が断然安いし種類も豊富だからおすすめ。でここはポテチコーナーです。どれが好き？一番定番なのはやっぱレイズ。レイズ。
これってアメリカなんかな、多分ね。レイズのポテトチップスいっぱい種類があるんですけど、一回紹介したことあるよね。カナダといえばこれです。ケチャップ味がカナダでしかない味です。でこの辺もずーっとこういうのなんでスナックなんですけど、日本で見るやつだとプリングルスもここにいっぱいあります。でプリングルスもケチャップ味、こういうケチャップ味プリングルスもあります。でもあれよね、ここ数年でポテトチップスこういうやつはだいぶ値上がったよね。かなり高くなってますが、まあでも日本にないやついっぱいあるんで、2、ドリ3個トスもね、買ってこれも日本にあるやろ、試してみてもいいと思います。でちょっと最近観光する人に結構話題というか人気なのが、ここ歯磨き粉コーナーに来てるんですけど、ちょっと後ろにぐるっと回しますよ。でこういうホワイトニングのやつが売ってあるんですよ。だいたいこのブランドと、2つブランドがあって、これとあとクレスト、こういうクレストっていうブランドがあって、ホワイトニングの成分が日本より北米なんか強いらしいんですけど、こういう私たちが使ってるのはこれかな、この辺のやついつも使ってますけど、こういう歯磨き粉を、自分用とか日本にいる、特に女性の友達向けに買って帰る方が多いです。こういう歯磨き粉コーナーもスーパーにあるので、来たらぜひ寄ってみてください。さあではちょっとお見せしたいのが卵コーナーにやってきたんですけど、日本と若干買い方が違います。カナダで卵を買うときは絶対開けて中身が割れてないか確認してから買うようにしましょう。結構普通に割れてますね。そうそう。卵もいっぱい種類があって、それは何？フリーラン、平飼い日本でいう、とかがあったり、これはなんかオメガ3がいっぱいですよとか、結構いろいろ種類があるので、まずは割れてないのを確認して、買っていきましょう。じゃあこの辺が牛乳コーナーなんですけど、これが牛乳です。色があって脂肪分 0%、1%、2% みたいなのがあるんですけど、これ2リットルのパックもありますし、よいしょ、特徴的なのはこのサイズ。何リットル？ガロンって言って4リットル、1ガロン4リットルぐらいのやつが平気で売ってあるのも、北米っぽいよね。で味付きのチョコレート味とかがあったり、ここはアーモンドミルクもいろんな味が売ってあります。プレーンとかちょっと甘めとかチョコレート味とかがあったりで、隣に行くとフレッシュジュース、オレンジジュースとかグレープフルーツ、大体そんな感じかな。とにかく全部でかいです。日本のだと1リットルが基本だけど、カナダだと2リットルぐらいが標準的なサイズです。続いてはアイスコーナー。ここが全部フローズン、冷凍食品のコーナーで、この辺隣には冷凍のフルーツがあったり、ちょっとせっかくさっきバカでかいのも紹介してきたんで、アイスクリームでかいの見てみましょうか。ほら見て、ほらこれバケツサイズの、それもリットル書いてあるんじゃない？4リットル4リットルのサイズのがあったり、大きいやつだったら私たちがよく買ってるのはこれ、デカめだったらこれで、これブルーベリー味、これ美味しい、柔らかいんで食べやすいです。なんか日本でいうパナップみたいな味。パナップ味、そう。であとはこの辺、この辺ちょっとちっちゃいサイズもちょっとリッチな時にこれじゃね買ったりします。でこの辺はハーゲンダッツコーナーで、いろんな、日本にこんなにないよね、種類だと。ないと思う。あと日本のサイズがないよね、小さい日本みたいな。サイズ感でいうと空気ってこれぐらいのサイズ感、のやつが置いてあります。であとはそのさっきのすくう系のやつもあれば、この辺はコーンタイプのやつ、これが4個入ってますっていうのもあれば、
まあ、こういうオレオとかさっき紹介したコーヒークリスプ味のアイスクリームもあったり、こういうのキャンディータイプっていうのかな、この辺か、こういう固めのやつ、フレッシュフルーツ味っていうのかな、まあ、こんなのもあるよ、ジェラートあったり、こういう硬い系だとこれが割とこの前食べたら美味しかったです、この2つはこのクソ暑い夏に助けられたよね。まあ、そういう感じでアイスもここからあの端っこまで全部アイスです。ちょっとチーズを買おうかなって思ってて、最近ちょっとチーズこんだけ全部チーズなんですけど多すぎてどれ買っていいか分かんなかったんですが、最近まあちょっとずつなんか試すようにしてます。なんだ、お菓子食べるよりは多分太らないと思うんで。チーズも脂質高いけど、まあタンパク質が気持ちだけある。結構ね、こっちの人が買ってるのはこういうマーブルっぽいやつをみんな買ってます。だからちょっと今日もこれを買ってみようかなと思うんですけど。これ違いな。マーブルチーズ一緒だけど脂肪分が少ないとかわかんない。表上何も書いてないから何が違うんでしょう。まあちょっとまた今度見てみましょう。で今日ちょっとこのブランドが安くなってるんで、これよく見るよね、でこの前チーズ買ってないからこれが何なのかは知らないんですけど、とりあえず今日これを700円ぐらいになってるんで買ってみようかなと思います。こういう厚さでこういうサイズ。チーズはだいたいマサトチョイスです。で、まあ、もう一回り大きいやつも厚さも結構違うやつもいっぱい置いてあります。だからなんか試してみても面白いんじゃないでしょうか。じゃあこれを買いましょう。これずらっとパンコーナーです。全部パンが並んでます。日本みたいな食パンってないよね、柔らかいの。まあ、これが一番日本のやつに近いですけど、なんだろう、日本より薄いよね。そう全部薄い、サンドイッチ用のパンやから、ちょっと小柄なパンが多い。でも全然生食できるよね、焼かなくても食べれるやつがあったり、この隣に行くとここで作ってんのかな、多分、ベーカリーってあるんでスーパーで作ったやつがこういうところに並べてあったりもします。これはさっきの薄い食パンバージョン、フランスパンがあったり、フランスパンがあったり、このクルトン用があったり、そうだね、あとこういう甘系、ああそうか、お菓子パンみたいなやつも売ってあります。これラズベリーソースとか、これもなんかのソースだね、クロワッサンとか、塩パンっぽいやつ。そうそう、あんまり全然日本みたいなのあるじゃん、こういうワンピース売りっていうのなんていうの、切ったやつとか売ってあったり、あとホールお誕生日ケーキ、本当だ、これもなんか書いたりできるやつ、あとハーフサイズのもあったりとか、小さいホールとか、結構割とすごいね、なんかあんまりチョコレートもある、チョコレートケーキ、こういう小さいサイズのカップケーキもある。どれ見てて、カップケーキ、なんかね、普段あんまり私はこういうとこ来るとこないんですけど、意外とよく見ていくと日本みたいなケーキも売ってあります、こっちにもある、いっぱいあるじゃん。あとは結構海外ならではでいうと、このトルティーヤっていう丸い円のしたなんかペラペラのメキシカン料理とかによく使われるやつ。これもなんかいっぱい種類があるんですよ。このなんかこれほうれん草味と雑かね、穀っていうの、このなんていうの、とか、こういうプレーンな白いやつとかいろいろ種類があって、ソーセージとか野菜とかと一緒に巻いてこれは食べたりもします。これすごい緑、ほうれん草が練り込んである生地、で割と見るのはこのブランドだね、普通のパンもそうですけど、このブランドよく見ます。美味しいよね。でこう旅行で来たりすると、ちょっと外食高いなってなった時はこういう風ななんか惣菜屋さんみたいなのもちゃんとあって、ライスとか唐揚げのチキンとか春巻きもあるね、あったり、これ多分一緒と思う。違う。あとは反対側にも
こういう甘辛く調理されたお肉系とかがあったり、ちょっとした野菜も温野菜もあったりするんで、これ量り売りですけど、なんかちょっとね今日は外食家でいいかなみたいな時にこれとここで十分だと思います。結構いっぱいあるよね。はい、じゃあ今日買ったのはざっとこれぐらい野菜中心で見ると、はい、カートの上だけの部分に詰めました。じゃあこれから、お会計していきましょう。ゴーゴー。さあでは買い物してきましたけど、意外とあれやね、これと袋1個に収まったね。どうやった今日は？今日は割と必要なものをサクサクっと買った感じで、合計90ドルぐらい。この1袋と90、普通かな、めっちゃ高いわけではないと思います。さあそれでは車に積んで帰ろうと思いますが、どうでしたでしょうかということでぐるっと回します。今日はだからスーパー普通の買い物と、ちょこちょこお土産にこういうのがいいんじゃないでしょうかっていうのを紹介していきました。カナダ旅行の参考になれば嬉しいなと思います。お土産屋で買うより絶対こういうところでスーパーで買った方が安いと思いますので、あとはキャンモアのスーパーを今日紹介したけど、バンフにもスーパーがあって同じようなものが買えるので、そう今ねこれセーフウェイっていうやつなんですけど、バンフには IGA っていうスーパーがあります。同じ系列のスーパーなんで売ってるものは大体同じようなものが売ってあるので、意外とこの動画参考になると思います。バンフとかキャンモア旅行に来た時はぜひこの動画参考にしてください。ということで、このチャンネルでは、カナダの世界遺産カナディアンロッキーからためになる情報をどんどん発信していっています。これからも発信していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それではまた、次の絶景でお会いしましょう。バイバイ。